どうもこんにちは、塩田正宏です。今日はため池山王に来ています。なぜかというと、総合格闘家の朝倉未来さんから、昨日、コラボをしたいという依頼をいただきまして、一度断りをさせていただいたんですけども、取ることになりました。なんで断りをしたかと言いますと、向こうは空手 VS 総合格闘技みたいに合気道 VS 総合格闘技ということでこうやってくれっていう依頼があったんですけども、そもそもこう合気道っていうのは、戦う武道ではないので、今の時代、打撃を入れたりとかしないので、そういうことはちょっとお断りさせてくださいって言ったんですけども、今回は、朝倉未来さんが合気道を習うということで、タイトルを変えていただいたので、取ることになりました。で、今マーシャルアーツタワーに来てます。で、これから伺って朝倉未来選手に合気道を教えていきたいと思っています。では行ってきます。実際にね、合気道を教えてもらいましょうか。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初、合気道、相手を生かすと言いながら、痛めつけないとか今のどういうものかわからないと思うんですよね。大抵こうやってもうぶつけて痛めちゃうんですよね、相手のことを。でも合気道はそういうことは一切しない。優しい手を持って、こうやると崩れるんですよ。優しいですよね。優しいです。強く耐えていただいて。僕たち全員柔道出身なんで、僕は違いますけど、多分柔道みんな、柔道です。こちらは普通の人にフレンズですだけこう押すとこう後ろに耐えちゃいますね。だから上半身だけこう耐える。この今こうやってこう押したのが後ろでパッてこう耐えれるじゃないですか。耐えれます。これが上だけこうなるから上げられるっていう感じになりますね。他には例えばこう手をこう持たれてて、リカジョという技があるんですけども、リカジョっていう技が合気道にありまして、みんなこう手首を強くやってしまうんですよ。それをこう下げると。あ、痛い痛い痛い。これマジで、今のは手首を痛めてるわけじゃないんですよ。最初はさっき痛めつけないって言ってました。めちゃめちゃ痛がってるんですよ。痛めてるわけじゃない。これ多分最初まだ新しいのでこうやってたら痛いと思うんですよ。これ痛いです。でも持ってるのはこれだけ。おお、痛い。ただ思った以上に手首が強いので、決まりやすいと思います。決まりやすい。今のそうですね。もともとこう固まってくれてるから。固まっちゃダメ。耐えようとしてるから。いいですいいです。いいですか。すごいですね。俺結構真面目にやったんですよ。本当に今の全部やったんですけど、結構痛いです。マジで。お手返しですかね。こう手で握っても相手の体が動かないんですけども、こうやると腰が響くんですよね。響くんでそのまま。痛い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 。抑えられて動けなくさせる。完全に痛がってますよ。ただ最初だけです痛いのは。優しくやってもらえるんですよ。最初はこれね、ちょっと本当はいろんなその前の作用があって、こうね、力が始まって、こう前に崩してからこういく。それされるから、優しかったのに、ちょっとずつ本気になってますね。なんか、花山君俺がグネグネってましたよね。今触れた顔でも全然優しいでこう痛いって痛くない。こっちの近くに来たら顔こぼれとっていうのを感じる。利用されてる感じですね。力が。すごい。なるほど。すごいです。あともう一つ合気道の概念なんですけども、こうですね、肘を痛めるときにこう肘をこうね、押して痛いじゃないですか。でも触れてるのはこれだけなんですよ、ね、でこう下げる。でこれは今触れてるところが優しいの分かりますか？腕十字っぽいです。これがでもこうなったら起き上がれちゃいますね、僕よりも。
ミクルさんの方が強い。でもこうだな。下まで結局下がって動けない。痛いです。動けない。なんかもう回転したい。あ、そうですね。そう逃げるのがあるかもしれないです。おお。こうなります。すごい手に力がなくていいと思います。構えから飛んできて。の流れに使えますか。そういうことですね。試合の流れに。なるほど。すごいな。他にもありますか。プロレスラーの後藤弘樹さんがやった技で、さっきちょっとかけましたけど、小手返しっていうのがありますね。こう持ってこう返すと腰に響くんですよね。これも難しいんですよ。ただこう力でこうみんなやって腰にこう響きますよね。で、そしたら相手の手首を痛めないんで、まあこうやったら痛いんですよ。でもこっち側ね、痛くないで崩れるっていうのがありますね。崩れます。はい。完全に。決める技自体は、そんなないんですけども、それをいろんなパターン、後ろ持たれた時とか、横から来た時とかで対応するので、それを踏まえるとすごい技が多くなります。真実に近いです。痛めないって言ってましたけど、基本的に向こう側からこう力を。すごい2人とも痛かった。最初はそうですね。痛いには痛いです。あと今は痛くないですから。後に残らない。後に残らない。後にそうですね、残らない。残らない痛みっていう。生き方が分かれた。そうですね。最初はどうしても自分のね体重がすごいかかっていっちゃいますから。どういう力入れていいか分かんないからみたいな。体重をうまいこと使ってやってるわけですか。そうですね、体の移動ですね。手首をこう痛めたりしないんですよ。こう例えば持ってたら小指だけ引っかかってても、体の動きで普通に痛いです。そして最初は最初は終わった後痛くないです。やられた。今の小指だけなんですよ。小指だけ。後に残ってます。そしてこの辺が。なるほど。入れそうな気がするな。本気出せば。正直。それやっぱ格闘家はトッププロなんで、もう力肉体で本当にいけば。一般人はきついかもしれんけど、俺多分耐えれる気がする。女性とか耐えれそうですね、うまく決まらないと耐えれると思います。普通の人にはやっぱ効くかもしれないです。それなんか痴漢動画に対して女性がバーッって普通に倒したりするけど、俺たち格闘家だから普通の一般人とはちょっと違うから。今そうですね、例えばその最後までこうバンってこう投げつけたりするってことはしないですね。こう会員さんもやっぱ女性の方とかも多かったりするので、動けなくする。制圧。そうです。制圧できるんですか。そうですね。こういう線でこする。僕は制圧できないですよね。なかなか難しそうですね。ちょっと興味あるな。そうやってもらう。制圧できるか。一回やってもらえますか。そうですね。流れます。どういう技。最後やっぱりこう決めたこう後って押さえるんですよ、床にして、こう下にこう崩すんですよね。例えば一箇条ってここ今すごい強いんですよ。こうやったらいかないじゃないですか。でもこうだったら動く。こうだと動かないから、こうだと動くんですね。で、相手を動かして腰を乗っけていく。腰を乗っけて、そうですね。そうですね。こんな感じです。すごいですね。確かに強い。でもミクルは耐えれるじゃあ耐えれると。耐えると思う。でもすごいやっぱ圧は感じるけど。普通の人にこうただ腕を持たれたよりはやっぱなんか腕の体のなんかうまい場所を押さえとる感じがある。弱い力で強い力が働いてるなっていう感じありますね。優しくしか触ってないですもんね。そうね。
強く握ったらできないですね。逆に強いとダメなんですか？強く握るともう技はできなくなっちゃいます。こちら側が脱力したらできる。そうですね。こっちの力が響かなくてはいけないので。倒す技と他に何があるんですか？倒す技ですか？その相の転がすみたいな。小手返し3か条、肘締め。腕を使うんですよ、全部。腕を使わない技はないですか？さっきの入り身とかですかね。倒す。はい、体を入れてやるやつですね。一番最初ですか？はい。まあその前の段階があって、止まってやるよりもこう持たれて、手を持たれてこう動いた中でこう響きを、その間にこう崩してる相手を自然体ではなくてちょっと前に出してあげてやるともうこうなってくる感じですね。実際に見てたり体験しなかったらわからない。そうですね。可動域の限界をこう詰められてた。この画面越しに見てるだけだとよくわかんない。最初はちょっと痛いかもしれない。やると痛いけども、こんな優しさだから痛い。ボキって言ってた。ボキ。あれ聞いたのは人を痛めつけます。最初はです。最初はやっぱここが手首慣れてないんで、こうやると最後が一番です。相手をこれはちょっとそうですね、痛いかもしれないですね。で肘を落とすようにして決めればこう前へ出てでも確かに別に動きますから折れたりはしてないですかもっと詳しく説明したいところですけども、こうギュッてやって逆関節に決めてないんですよ。この体に響かせてるんですよね。ら。あ、そっか、この逆じゃないかもっと本当スローでちょっとやっていいですか？こうやってやったら嫌じゃないですか。でも決めるときはこうなんです。で手でこうやると嫌じゃないですか。いっちゃっていいですよ。だから優しくこちらの重さを伝えるだけ。こう本当はこれいっちゃっていいですよ。もっとしゃがむんだって。本当に優しい。ボキ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 握らないこんな感じ。確かにもう起き上がろうと。こっちを落としてるだけで腕十字の形に取るもんね。腕十字の手でやってるんだよ。すごいわね、本当に操られる感じ。人間になっちゃう。まず剣を見たら当たってしまうんですよ。なので剣はみんなこう全体的に棒にやれてるんですよ。こう打ってくるのを避けて後ろに回ってこう崩す。下の横に移動して痛い。マジで痛いわ。痛いっす。路上で使えそうです。路上、そういう特技はないんですけども自分的におなごにかっこよさせない。おっしゃる通りですね。女性で使える護身技を説明すると、こう後ろでよくこう掴まれるんですよね。でやっぱ逃げようとするんですけども、やっぱこう向かっていかないといけない相手に対して。でそうですね。なるほど。っていう護身技がありますね。あと簡単に離脱はできますから、強い人を持たれても親指が弱いんでこうやれば持てないという。握ってないでしょ。いや、握ってる。確かに親指は弱い。姉山さんのちょっと握り必殺技だよ。すごい握力ですね。本当。なんかすごいやっぱ握力が。握力欲しいけど、すごい。でもないです。すごい。握力欲しいです。どうすか。そうですね。親指を攻めるといいんですけども、それに肘と肘を当てるようにすれば簡単にいける。この伸びた手を逆にまたそれなんか総合とかでも使えそうだね。さっきのやつ。こう伸びたところを、でそれも使える。これ使えますね。これ本当に試合中友達同士でやってみれば分かるんですけど、本気で握っててもこれ取れます。すごいな。すごいですね。じゃあ女の子が襲われる時に手を持たれても、はい、今使ってってますね。そうですね、後ろから持たれて。親指を攻める。さっきのは離脱だけですけども、そしてまた追いかけられることもあるから、やっぱ、制した方がいいですよね。さっきの2か条かけて。
制する方法。いやさっきやられた中の方さっきはこう後ろ向いてって入りましたよね。こう返す、この時も返すのも、こう強く上がるから相手にぶつかっちゃいけないんですよ。もう丸く返してあげる。で、ここもね、こうやっちゃダメ。リラックスしてこう。で、サッカーボールキックですね。そうです。合気道そういうのやりませんか？やらないです。やらないです。キックはしません。俺も使ってみたいな。はい、掴む。あ、もういいですね。こう。あで、こうなっちゃう。倒れるでしょ。で、パウンド。これ合気道ですから。あれかにしそれはミックスで合気道だ。あんまり寝技の下の時に手掴んでくることある。そうです。寝技のなんかありますよ、合気道。下でさ、ガードポジションの時にさ、はい手掴んでくる時あるじゃん。ありますよ。それさっきの抜けるんじゃない？この時に下のやつが手掴んでくるじゃん。ほら、おお。これ使うよ。おお。使います。おお、いいこと。すごい見てもらったな。確かに。握力強いやついますからマジで。これ肘いいっすね。肘。そうですね。いいな。キリキリできるってことですね。パウンド打てますよこいつ。ためになった。ためになりますよ。こう相手をこう剥がそうとしないんですよ。こう外そうとしない。だから一緒にこう来てもらう。で技を合気道の極意としてはこうやってこう持っていこうとしないんです。そしたらね向こうもこっちに引っ張ってくるので、こう持ったらこう一緒にこう来てもらうようにこう流してくる。今度は逆なんですよ。指にできるだけこう引っ掛けるとこう外しちゃうじゃないですか。パッて。だからこの下にくっつけてあげていくことです。そういうことですね。わかりました。こうするとどれでしょうか。こうするね。あ、そうですそうです。はいはい。すごいですね。こうでどうですか。相手を崩したところに足を組んで外すんですよ。で、ここで3箇条。3箇条いました。参加者。大体かっこいい。 3箇条かっこいい。達人と俺がコラボレーションしたら結構強いかも。3箇条やってもらっていい？だからもう3箇条でこう片口に行く前にここで膝蹴り回りますから。そういう合体、そういうコラボレーションね。バキでも2対1とかありますから。これもこうギュッてやらないんですよ。ギュッてやっても最初痛いんですよ。痛いと思うけどギュッてやるのはこれだけ。そうすれば体も下がってくる。始めたばかりは。慣れてくるってことですね。受ける方。そうですね。痛くなくなります。女性でも痛くないっていうので。女性でも痛くないっていうことです。あと女性に役立ちそう。これマスターできればさ、少しの力で制圧できるから。そうですね。女性には持ってこいなと思いますね。女性が生きたらいいかもしれない。本当に。塩田剛三先生の名言で、殺しに来た相手と友達になるっていう名言があるんですよ。で、昔なのでやっぱ実践的に本当に殺してに来た人がいっぱいいたんですけども、今はそういう時代ではないので、そんな血が満タンです昔の昔はそうでしょ。殺しに来る人が特に祖父の周りだと、合気道をやって別の空手の人とかが道場破りに来たりとかは多かったみたいですね。道場破りってあったんですね。こう合気道創始者の方も老若男女できるものだって言っているんですけども、そこだけ教えてるとやっぱりその気持ちがわからないでやっぱ力に走ってしまうんですよ。でも力ではいずれ限界が来ると思うんですよね。で、私の道場でもその極真ですごい有名な方の先生がいらっしゃったり、その40、50を超えてやっぱり力ではかなわなくなってから合気道をやりに来たと年々こう強くなっていくものなんですね。もちろんまた私も未熟なんですけども、年々、年を重ねるごとに強くなっていく呼吸力っていうものを鍛えないと、うまくなっていかないと。今日、だもんね、総合格闘技を生かせたらいいと思います。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今撮影が終わりました。朝倉未来選手のマネージャーさんとかと技をかけさせていただいたんですけども、私としてもこう至らぬ部分もあったといいますか、結構技が効きにくい部分とかもございまして、でも楽しく
合気道もできて、朝倉未来選手みたいなすごい方、すごいやっぱ力があったので、こちらもすごい練習となりましたし、今後の参考にして私もまた日々合気道に精進していきたいと思います。はい、本日はありがとうございました。ただチャンネル登録、高評価お願いします。